やっほー、皆さんこんにちは。今日はですね、今年最後のクリスマススイーツを作っていきます。もうこの動画が上がる頃にはクリスマスは終わっちゃってると思うんだけど、せっかく作ったしと思って動画にしました。よかったら来年のクリスマスとかに参考にしていただけたら嬉しいです。ということで今日作るスイーツを先に発表しちゃうね。今日はこの4つのスイーツを作ることにしました。今年最後のクリスマススイーツにふさわしいかなって思ったものを全部詰め込みました。メレンゲクッキーは2年くらいかな、もうずっと作ってなかったから今回滑り込みで作っちゃおうと思います。ちょっとうまくできるか不安なんだけどね。次はね、シフォンケーキを作っていきます。今日はココア味ね。卵白はまず冷蔵庫。ちょっと今からびっくりすることを言うんだけど、なんとこの動画が2025年最後の動画らしいの。あっという間すぎない？ちょうど1年前かな、 YouTube を始めたんだけど、それまではずっと一人でお菓子作りをしてきたので、こうやっていろんな方に共感してもらったりアドバイスをいただいたりとかね、より一層お菓子作りが楽しくなって本当に感謝しかないです。だからその分お菓子作りの楽しさっていうのを皆さんにこれからもお届けしていこうと思います。みんなにお菓子作りの楽しさを倍増してもらって、それを私がみんなに共有してっていう、もうエンドレスなの。やるじゃないか。結局何が言いたいかっていうと、今年もありがとうございましたっていうことで、なんか終わりみたいな雰囲気になっちゃってるんだけど、まだお菓子作りは序盤の段階ですね。先を急ぎましょう。今回はお友達のリクエストでココア味のシフォンケーキにしました。クリスマスとか誕生日とかにホールケーキを作りたいんだけど、ちょっとクリームが苦手なんだよねみたいな人は、こういうシフォンケーキとかパウンドケーキにするのがおすすめです。あとナッペの作業がだいぶ省けるから作るのも楽だし、そんなに時間もかかんないんだよね。そしたらシフォン型に流していきます。よし、 OK かな。そしたらシフォンケーキ焼いてきます。見て、焼けました。こんな感じ。美味しそう。早く型から外したいんだけど、ちょっとこれはね、冷ましておかなきゃいけないんだよね。これすぐさ、ひっくり返さなきゃいけないよね、確か。こうしてこうこう、はい、 OK。 とりあえずこの状態で1時間くらいね置いておきます。そしたら次は焼きドーナツを作っていきます。今回のスイーツは全部比較的難易度が低めなんだけど、その中でも一番簡単に作れるのがこの焼きドーナツです。蜂蜜。なんか思ったんだけど、お菓子作りのティア表みたいなのを作ったら面白そうじゃない？難易度 S ランク、A ランク、B ランクとかさ、5段階とかにして、今のところマカロンが S ランクを独占している気がするけどね。私ベーキングパウダー入れたよな。入れたと思う。オッケー。焼きドーナツはホットケーキミックスがあったらもっと簡単に作れるんだけど、私の家にホットケーキミックスがあることってめったにないんだよね。よし、こんなもんかな。ちょうど余熱が終わってる。早く型に入れよう。見て、新しくね、シリコンのドーナツ型を買いました。もともとドーナツの型あったんだけど、なんかちょっと焼き加減が良くないのと、型から取り外しにくいので、ちょっとね、新しく買いました。さっき作った生地を流し入れていきます。なん
かちょっと生地の絞ったバランスが、これが、やばい、地震だ。待って、地震なんだけど。めっちゃ揺れてる。わかる？わかんないか。めっちゃ揺れてるんだけど、なんかわかるもんないかな。本当に嫌だ。最近地震多い。あ、終わった。終わった。地震が終わった。もうやめて、本当に最近地震多いから怖いんだよね。で、なんて言おうとしたんだっけ？忘れちゃった。ということで、焼きドーナツ焼いてきます。よいしょ。じゃーん、焼けました。バターの香りがめちゃくちゃいい匂いです。とりあえずね、型から出していきます。もうね、つるんって剥がれそう。ほら。こんな感じで。せーの。ちょっと、やばい。オッケー。いけてるいけてる。危な。いい感じです。焼き色が結構ついてるんだけど、後でコーティングするのでね、大丈夫です。もちもち。絶対これ焼きたてが一番美味しいんだよね。1個食べたいけど、ちょっと我慢します。今、焼きドーナツの抹茶バージョンを作ってます。今回はノーマルと抹茶の2つの味を作ろうと思ってね。そしたら抹茶味も焼いてきます。じゃ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 ーん。トゥルトゥトゥ。よいしょ。繰り返して。もうね、一回やったことあるからね。全然いけます。まずこうやって押していく。ちょっとこれ何回やってもほんと心配ではあるけど。これほんと大丈夫かなって。で、真ん中も押してあげて、で、どうやってんだっけ？出すのか。ほっ。よいしょー。どういい感じじゃない？そしたらね、こう、側面を優しく、こう剥がしていきます。もう、よろしいかもしれない。オッケー。できたー。見てー。こんなにふわふわです。こんなにもちもちでふわふわなの。もうシフォンケーキ大好きよ、私。この弾力。シフォンケーキをラップし終えたところで、じゃーん、焼きドーナツ抹茶バージョンが焼けてました。ということで、これも型から外していきます。せーの。ほい。見て、焼き色がこんなについてしまった。そこに焼き色がつくのはね、焼きドーナツはしょうがないよね。ということで、これは粗熱が取れたら、しっかりね、ラップをします。シフォンケーキもね、こんな感じでがっちりラップしたからね。はい。この子たちはちょっと置いておきます。ドーナツ冷ましてる間に、ここのところをね、取っていきます。これ気持ちいいんだよね。これめっちゃ気持ちいいよな、これ。見てー。これちょっとだけ味見。半分。ふわふわ。うまっ。そしたらね、タルトの型入れをしていきましょうか。今日もこのサイズでミニタルトを作っていきます。これがね、一番本当にちょうどいいんだよね、サイズ的に。結構私はいろんな種類作るからさ、タルトの一つ一つが大きすぎてもね、それでお腹いっぱいになっちゃうからね。よいしょ。はい。で、ここにはまっちゃう。最悪。こんな感じでドンピシャでしょ？見て、できた。あと2箇所。タルトで一番大変なのここだよね。じゃーん、生地の型入れが終わりました。ということで、ピケをしていきます。
実は私 A 型なんだよね。これ言ってなかったかもしれないけど、こう見えて A 型なんです。みんなに驚かれる。そしたらまずはタルト生地だけ焼いてきます。今ね、タルトを焼いてる間にダマンドの方を作ってるんだけど、アールグレイを入れようかめちゃくちゃ悩んでるんだよね。今回はアールグレイはやめて、いちごと生クリームでショートケーキ風のタルトにしようかな。いや、今日ドーナツを1個アールグレイにするべきだったかな。まあ、いっか。今日はノーマルにしよう。ちょっとこれは絞り袋に入れて冷やしておきますと。じゃーん、タルトが焼けました。石だけ取って冷ましてダマンドを入れてもう一回焼いていきたいと思います。こうやってなくすから。あたたたた。いつもは空焼きしないで最初からダマンドと一緒に焼いてたんだけど、そうするとダマンドの部分だけ結構焼けすぎちゃうから、ちょっと今回はね、空焼きを入れてみました。そしたらタルトの生地が冷めたので、今からダマンドをね、入れていきます。そしたらこれは低温でじっくり焼いていきます。じゃーん、見て。タルトが焼けました。やっぱり空焼き入れた方がいいね。ちょっとね、これは粗熱が取れたら型から出します。そしたら型から出していく。これ出るかなあ、出る。全然出る。全然出てくれる。めちゃくちゃいい感じかも。見て。ちょっとこの焼き時間正解だな。じゃーん、余ったクッキー生地でね、なんかいろいろクッキー焼きました。星はタルトのトッピングに使おうかなと思ってるんだけど、こっちの丸型は今のところ使う予定はね、ないのです。余裕があったらなんか作ろうかな。よいしょ。そしたらタルトの生地で余った卵白を使って、今日はね、メレンゲクッキーを作ります。動画で作るのは初めてだな。卵白にグラニュー糖を入れたら温度が50度くらいになるまで湯煎で温めるらしいです。私こんだけお菓子作りするのに温度計を持ってなくて、前回スノードームを作る時に温度が大事だと思って新しく買ったんだけど、配送が間に合わなくて使えなかったの。だから今回使ってあげられて嬉しいです。OK かな。そしたら出力全開にしてメレンゲを泡立てていきます。やっぱ湯煎で温めてから泡立てる方がきめ細やかでツヤが出るよね。できた。泡立て終わったらコーンスターチを加えてヘラで混ぜていきます。なんかふるって入れた方が良かったかもしれない。コーンスターチを混ぜ終わったら必要な色の分だけ生地を分けて色をつけていきます。今回はとりあえず雪だるまとツリーのメレンゲクッキーは絶対に作ろうと思って、だから今回赤と白と緑は絶対いるよね。こんな感じかな。よし、そしたら絞っていきます。ちょっと緊張するけど、まずは雪だるまからね。こんなんもうちょっとさ、ちょっと2段になっちゃった。どう？こんなん？こうじゃない？サンダーボンもかぶせてあげます。待って、可愛くない？待って、可愛い。先っちょにこう。はい、もう可愛すぎる。無理。何これ。なんだこの変な帽子は。雪だ
だるまの次はツリーを絞っていきます。これはめっちゃ簡単だった。ちょっと慣れてきたので次はクマサンタを絞っていきます。天才的かもしれない。黒のメレンゲを爪楊枝につけてこんな感じで顔を描きました。このやり方いいね、めっちゃ。見て、めっちゃ可愛くない？できました。これが雪だるまでツリーちゃんでクマさん、ツリー、帽子みたいな。でここはちょっと足りなくなっちゃってなんか頭部だけみたいな。じゃーん、可愛すぎる。待って、マジで可愛いんだけど、とりあえずこれは焼いてきます。やん、可愛い。今日一番最初ね、この形をデコレーションしていきます。まずは生クリームから絞っていきます。メレンゲクッキーの焼き時間が2時間くらいあるから、その間にタルトは完成させちゃいます。いちごを乗っけたらツリーの形になるようにクリームで覆ったら準備 OK です。抹茶のチーズクリームを作っておいたので、ツリーになるように一枚一枚葉っぱを絞っていきます。いい感じ、いい感じ。見て、やばいめっちゃ疲れたけどめっちゃいい感じ。よし、これをやっていきます。多分今日の一番の山場はこのツリーの葉っぱ絞りな気がする。なんかもっと簡単な絞り方はあると思うんだけど、このやり方が一番ツリーっぽくて可愛いかなと思って。できたー。見て、いい感じ。ちょっと時間かかるので他のやってる間はちょっと冷やしておきます。私のお菓子作りはもう優先順位が圧倒的に味とデザインなので、その後に値段とか手軽さとかが来るから、本当に時間がない時以外は手間暇は惜しまないのです。じゃーん、最後の1個が終わりました。でね、最後の1個終わった後同時にメレンゲクッキーが焼き終わりました。じゃーん、どうどうどう、めっちゃ可愛くない？可愛すぎて結構さ、もうなんか涙って感じじゃない？うわ、ちょっとこれだけ今食べてみようと思います。美味しい。甘っ。あ、かわいい。見て。クマさん。クマサンタ。そしてこちらが雪だるまサンタ。待って、可愛すぎるんだが。もうこれサムネにしようかなレベルで可愛いんだけど。可愛さは罪である。よし、これを取っていこうか。よいしょ。なんかサンタ帽ツリーバージョンみたいになっちゃってるんだけど、めちゃくちゃ反っちゃってる。可愛いね、これもね。よし、じゃあこっちに戻るんだけど、こんな感じでね、クリームが全部絞り終わったので、さらって言ってんだけどさ、めちゃくちゃ疲れた。これめっちゃ大変だったよ。だってさ、これさ、葉っぱ1枚をカウントしたらさ、多分さ、100、200とかじゃない？よし、じゃあ先にツリーを仕上げていこう。1個ずつね、着々と仕上げていくのです。仕上げにアラザンを飾って、溶けない粉糖で雪を降らせてあげて、いい感じなんじゃないでしょうか。最後に星型のクッキーを飾ってあげます。ラストー。はい。じゃあ見てー。ツリータルトができ。タルトができ。ちょっと待って待って待って。嘘でしょ？何あなた？狙った？もしかして。タイミング完璧だったよ。ちょっとこれ粉糖をかけた後にやるべきじゃなかったのかな。クリーム塗ってつけてきます。はい、修復しました。よいしょ。ね。ということで、ツリータルトの完成です。ちょっとおしゃかわじゃない？めっちゃかわいい。そしたら次は焼きドーナツを仕上げていきます。まずは抹茶味からね。
とりあえずまずは抹茶のチョコレートでコーティングしていきます。チョコ今めっちゃ高いからさ、極力余らせないようにめっちゃサイズぴったりな器を使ってます。出だし好調。あとこの櫛を使ってやると手も汚れないしね、おすすめです。コーティングが終わったらそれぞれデコレーションしていきます。ここからが一番楽しいところですね。ドーナツはほんとデコレーション楽しいよね。さっきチョコのリボンを作っておいたので、これもデコレーションに使っていきます。こういう感じで飾ります。よいしょ。いい感じ。よいしょ。なんか奇跡的にこのドーナツの穴にさっき作ったメレンゲクッキーをはめたら可愛いんじゃないかっていうことに気づいてしまったの。はい、オッケー。よし、こんな感じで抹茶の方はいいかな。抹茶の焼きドーナツです。よいしょ。次はノーマルの方をやっていきます。はい。まずは雪だるまのデコレーションをしていきます。なんかすっごい顔でかすぎた。やばい。汚いからこっちにつける。はい。これはツリーのデコレーションにしてみました。やばい。最悪。本当に最悪なんだけど。事故った事故ったよ。もういいか。どれ乗っけようかな。で、はい、かわいい。無理。じゃーん、こんな感じでね、抹茶の焼きドーナツと普通のノーマル焼きドーナツが完成しましたー。イエイ。かわいい。なんかこの赤いチョコレートが色はねめっちゃいいんだけど扱いづらくて、なんか事件後みたいになってしまってるけどとりあえずいいかなって思います。どうかな、どれが一番好き？やっぱここら辺？白もこんな感じで、どれが一番好みですか？はい、かわいい。はい、かわいすぎる。それでは本日最後のリースシフォンを仕上げていきます。まずはナッペからしていきます。とりあえずクリームを塗りたくって、普通のケーキと同じように。うわ、すっごいふわふわすぎてやりづらい。たそここれでオッケー。どうかな、こんな感じ。とりあえずこれは一旦ね冷やしていきます。余ったメレンゲでねいろいろ作ってたやつ、これを手からしていきます。いいんじゃない？最後の締めはねリースのケーキにしようかなと思います。ここが緊張するんだよね。ちょっと汚いとこから始めた方がいいね。この辺かな。スリータルトの抹茶クリームが余ってたのでこれも使っちゃいました。見て、一気に華やかになった気がする。んでどうしようかな。こっからさっき作ったやつ飾っていこうかな。とりあえずなんかリースってさめちゃくちゃ飾り付けたら可愛いイメージだから、適当にてんこ盛りに飾っていきます。これもただの白は
まあ乗っけとくか。次はこれパールシュガーをねトッピングしていきます。どんどんごちゃごちゃしてきたよ。いい感じなんじゃない？一旦ちょっとリボンを飾ろう。全体が分かんなくなっちゃう。こんな感じかな。ちょっと待って。ほい。っていう感じで。いい感じかも。この時点で結構可愛いリースになってる。ただインパクトが足りない。何かインパクト。わかんないけど。できた。じゃーん、できました。待って、可愛すぎない？このリースケーキ。色合いが結構ドンピシャリなんだけど。クリスマス最後になっちゃうだ。ということで、リースココアシフォンの完成です。はい、ということで本日も全部のスイーツが完成しました。拍手。このさ、全部のスイーツが一つになるこの瞬間が本当に幸せなの。メレンゲクッキーも可愛すぎない？本当に。これちょっと本当に売れそうだな。ドーナツのクリスマスバージョンでしょ？結構大変だったこのツリータルト。そしてなんといっても今日のメインリースケーキ。これはもう優勝でしょ。はい。ということでね、今日はいとことお友達とみんなで最後のクリスマスパーティーをするので、まずは散らかってるキッチンを片付けて、ちょっとご飯系を準備します。ということでまたねー。今回のお菓子作りもクリスマスパーティーもすごく楽しかったです。今年のクリスマスも本当にあっという間でした。いろんなスイーツを作ったけど、どれが一番とか決められないくらい、なんだかんだ全部満足のいくものになったかなって思います。食べてくれるお友達やこうやって見てくれる皆さんのおかげで何倍もお菓子作りが楽しめて、本当に何回も言うけど感謝しかないです。2025年もありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いします。ということで次回ちょっとね、久しぶりに質問コーナーをやろうかなって思ってるので、よかったらコメント欄で質問してくれたら嬉しいです。お菓子作りのことでもそうじゃないことでも何でもウェルカムなので質問待ってます。あとそろそろキャラクタースイーツやりたいね。なんかスポンジボブとかたまごっちとかハリーポッターとかそこら辺やりたいな。サンリオとかジブリの第2弾とかもやりたいけどね。来年は今年作ったスイーツに負けないくらい可愛いスイーツを作りたいな。ということで今日の動画はここら辺で。最後まで動画見てくれてありがとう。じゃあまた来年。バイバイ。